でかい、いかつい、かっこいい三菱の新型ピックアップトラックトライトン GSR 見てきました。試乗してきましたので、今回はまずね内外装編からお届けしたいと思います。ワンソクチューブにもね結構トライトン動画出してくださいというねリクエストも結構いただいてました。このジャンルっていうのはね日本ではハイラックスぐらいだと思うんですけれども、結構売れているということで注目が高まってるみたいですね。取材に協力していただいているのは、私もねアウトランダーとか買っている東日本三菱自動車販売大宮店さんですね。ありがとうございます。それでは見ていきましょう。こちらの試乗車のグレードはですね、トライトン GSR という上位グレードですね。車両本体価格は540万1000円となっています。はい、それでは初三菱トライトンエクステリアから撮っていきたいと思いますが、いやいかついですね。ダイナミックシールドというね三菱のこのフロントマスクをもう大胆に使ったエクステリアになってます。で上のところにねこう光ってますけど、これデイライトの機能ありますね。デイタイムランニングライトになっています。でここで3つ3連のように光ってますよね。でダイナミックシールドというこういうねこの字型のブラックのパネルがついています。で先端にはですね三菱モーターズっていうね三菱のロゴがついていて、下にシンボルマークがついていると。でグリルはねハニカムメッシュになっていて、ボディカラーのねこのオレンジとブラックで塗り分けられているので、結構ね迫力あるエクステリアになってますよね。そして灯火類ですけれども、ウインカーは豆球ですね。フロントのウインカーは豆球となっています。そして今ロービーム、フォグランプ点灯させていますが、三眼で光るようなロービームになってますね。そしてバンパー下部の方を見ていきますけれども、ここもブラック、ここもグロスブラックになっているので結構質感はいいですよね。でここもシルバーになっていると。いや結構タフな感じになってますよね。アプローチアングルしっかり確保されています。で続いてサイドの方回っていきましょう。三菱トライトンの GSR のボディサイズは全長5360、全幅1930、全高1815と 5.3 メーターオーバーですよ。しかも全幅も1930ということでめちゃくちゃでかい。でこちらがですねオーバーフェンダーがついている上位グレードになりますので、ベースグレードの GLS こちらではですね全幅も1865とだいぶ違います。65ミリも幅狭になります。そしてサイドロアの方寄っていきますけれども、これのね、上位グレード GSR の方はですねこのオーバーフェンダーがついているということで、ボディの全幅がですね65ミリ拡幅されています。でピアノブラックのオーバーフェンダーになっていますね。質感は良いですよね。で、こちらタイヤ&ホイールなんですけれども、横浜のジオランダー G94 とタイヤが装着されていて、タイヤサイズが 26560R18 という18インチのタイヤ&アルミホイールが装着されています。でこちらの GSR の方はですねこのブラックで塗装されたホイールになります。でベースグレードの GLS ではですね、シルバーの塗装のデザインは同じのホイールになります。そしてミラーはですねこのようにブラックアウトされていると。そして、ルーフレールがついていますね。でアンテナはここに棒タイプなんですね。で B ピラーは、無塗装というかなんかこう貼られている感じはありますね。マットな仕上げになっています。で、アウタードアハンドルもこうブラックになっていると。そして、リアのアウタードアハンドルもブラックで、こちらの上位グレードの GSR ではですねこういうなんか斜めにこういうねついているものがこれがつくというのが特徴となっています。これがつくことによってですね、上位グレードにはキャノピーっていうねここを覆う、パーツがつけられないと。それをつけられるのは、ベースグレードの GLS と、なりますので、そこはねご注意ください。上位グレード買っちゃうとキャノピーつけられません。でフューエルリッドのところだけ、オーバーフェンダーがえぐれるような感じになってるんですね。ここはちょっとデザイン処理的になんかちょっと不思議な感じはしますけども、でリアから見るとこんな感じということで、まさにピックアップトラックですよね。そして、リアの灯火類はこんな感じですね。リアウインカーも豆球となっています。そして、トライトンというロゴがついて三菱のマークがあって、上位グレードの GSR がで最大積載量は500キロまで 0.5 トンまで搭載することが可能となっています。ここはねちょっと後で見ていきましょう。リアバンパーがついていて、この下のところもこのシルバーに塗装されていると。マフラーはもうどこについてるのかちょっとよく分かんないぐらいですね。でこういうねプロテクションのねこうバーがついていて、スペアタイヤがついていると。テンパータイヤじゃなくてスペアタイヤがちゃんとついています。ラダーフレームですからね。ボディも堅牢
いう感じですね。続いて内装を見ていきましょう。鍵穴は見えるタイプ、施錠はポッチですね。でドアを開けるとこんな感じで、トリム上部この辺はカチカチですね。ハードなね使い方される車なんでこれでもいいとは思います。ロックピンも無塗装ですね。でも中央の部分はこれね、しっかりとした合成比較で、のソフトパッドで覆われていて、ステッチもオレンジになっていると、差し色が入っていますね。でこの辺もピアノブラックになっていて、インナードアハンドルもサテンメッキされてますね。なのでひんやりとした手触りがあります。この辺はいいですね。で肘置きもソフトパッドになっていると。でこのウィンドウスイッチ台座のところはカーボン調の柄になっていて、4枚窓はですね、ここは後ろの窓はですねワンタッチオープンに対応してないですね。オート対応してるのは運転席だけなんだ。この辺はちょっと価格なりにはどうなんだろうとは思うところですね。でここはグリップは抜けるわけではないんですね。でこの辺もカチカチとなっています。でカーテシーランプなどはついてなさそうですね。でドアポケットはドリンクが置けるようになっていて、ここはスピーカーになっていると。でヒンジはプレス製となっています。そして上位グレードの GSR ではですね、こちらが本側のシートになるということで、この辺のね見栄えがいいですよね。であとねルーフライニングがですね、上位グレードではブラックになるということです。ここがね3になりますね。ベースグレードではファブリックのシートになります。そしてちゃんとパワーシート対応してますね。ランバーサポートもついてます。この辺はグッドですね。でサイドステップも備え付けのものがついていて、後ろの席までこう、ね、サイドステップついていると。じゃ乗り込んでみましょう。ちゃんと A ピラーにねこうグリップがあるのはいいですね。よいこら小1と。でドア閉めた時はこんな音がします。はい、三菱トライトン GSR のインテリア前景はこんな感じですね。いや質感意外といいぞ。細かく見ていきましょう。でこちらのナビですけど、これなんか見覚えがありますね。アウトランダーと同じ9インチの、ナビが、ついています。これもう全てメーカーオプションなしということでグレードを選ぶだけとなっていますので、これもね標準装備になっています。だからね、買ってしまえばですね車両本体価格以上にあまりオプション費用がかからないっていうのはねトライトンのいいところですね。でこれはもうオーラとかと日産のオーラとかと同じナビシステムになってるんで、性能は折り紙付きです。私も使ってますけどめちゃくちゃ使いやすいです。画面の2分割表示とかにも対応してます。でボリュームノブでこちらねなんかこうチューニングのノブがついていると。でこの辺もスイッチ類がついていて、カメラありますね。ちゃんと360度カメラついてますし、解像度もいい感じですね。これはいいですね。そしてハザードランプ押しやすい位置にあると。でエアコンのルーバーも結構ごっついものがついているんで、なんか操作は非常にしやすい感じはあります。この辺タフな感じありますよね。でこの辺も、なんかガンメタ調の塗装がされていると。塗装なのか、素材なのか、でもね悪くないですね質感は。でこの辺はなんかソフトパッドなのかな。ソフトパッドですね。こことか結構質感いいですね。でエアコンのダイヤルがここにノブがありますね。でオート、はいちゃんと左右独立のエアコンになっています。で風量はここで調整するという感じですね。そして、イグニッションのスイッチがここについています。で USB のタイプ C タイプ A があって、両方とも通信に対応していると。で Apple CarPlay、Android と対応しています。そしてこれがね、ロックボタンですね。アクロ走破する時の、ロックボタンになっています。でここに、シガーソケット 12V のアクセサリーソケットがあって、鍵は三菱の従来の鍵ですね。はい、こんな感じが。で、この辺はですね物置ですね。置くだけ充電とかではないですね。ディーラーオプションで付けられるのかな。メーカーオプションもないと聞いています。でシフトですがストレートタイプの結構いかつい感じで、ちゃんとねシフトブーツもついていて、台座のところもねピアノブラックですね。ちょっと汚れは目立ちますけど、で R に入れると360度カメラではないですけど、これはカメラで切り替えられますね。ちゃんとね当然ですよね。はい。で D に入れてこっちに倒すのか、左に倒してプラスマイナスのシーケンシャルモードになっています。で、ブレーキがですね、このギュッっていうねサイドブレーキ、ちゃんとねブーツもちゃんとついています。でここにメッキの加色がしてあると。トライトンだったらサイドブレーキでいいかなっていう気もします。でもランクルとかねあの辺はもう最近電動パーキングブレーキになってますけどね。そしてこちら本格的なアクロ走破モードで、2速4速
4速のなんかいろいろ細かいで、これ押して、こっちのね一番、低いギアにするときには、押して回すというような感じになっています。そしてこちらドライブモードセレクトついてますが、これを押すとですね、ノーマル、グラベル、スノーという、ドライブモードの切り替えがありますが、こういうねなんか絵が出るのが三菱いいですよね。これアウトランダーでもいいなと思ったんですけど、こちらのトライトンでもこういう絵も用意されているという感じとなっています。そしてその後方はむき出しのドリンクホルダー2口ありますね。爪とかはありません。そして、肘置きのところですが、アームレストコンソール開けますと、特に中にはソケット類などはなく、底面にだけフェルトが敷かれているという感じになっています。これ長さの調整とかも特にないですね。で続いて助手席の方ですけれども、 A ピラーに、こういうグリップがちゃんとついていると。で、この辺もソフトパッドになってますね。カチカチかな、ここはカチカチかもしれないですね。カチカチでした。でもうここはステッチ付きのソフトパッドになっていると。でこのアッパーグローブボックスもちゃんと開くことができると。でここに物も入れられるようになっています。ティッシュとか入れるにはいいですね。そしてグローブボックスにも車検証とかが入れられるという感じですね。そして、この辺のメーターフードはカチカチとなっています。そして、ステアリングホイールは本革巻きパンチングレザーになっています。タフなデザインになってますよね。この辺とかも網網になってます。で、こちらの左側が、メーターの情報を切り替えるスイッチとなっていて、この辺の情報の切り替えとかはあれですね、アウトランダーとかと近いような感じですが、ここに地図表示とかできるのかな、できなそうな感じはしますけど、地図表示とかはできないかもしれないですね。ちょっと後で確認します。でヘッドアップディスプレイなどはないですね。でアナログ二眼のメーターとなっていますが、結構デザインとかですね、この辺はいいですね。トライトンっていうねキャラクターを考えれば、このメーターのデザインでも良いと思います。中央は7インチの、液晶になっています。そして、ここにもグリップがついていて、この辺はカチカチですけれども、ヘッドライニングは不織布のような、素材になっています。でちょっと先にオーバーヘッド見ちゃいますけど、この辺は樹脂ですね。で、ここにカードホルダーがあって、照明はなしとなっています。でこちら側はここにソフトパッドになっていて、エアコンのルーバーがあって、ここが引き出し式のカップホルダーになってますね。いいですね。カップホルダー大いに越したことないですからね。でメーター類の照度とかアイドリングストップオフ、レーンデパーチャーのねオフスイッチとかがあります。さっきちょっと紹介し忘れてましたが、アクセルペダルは吊り下げ式ですね。でフットレストとかは、ちょっと幅が狭いかなという感じはあります。で続いてオーバーヘッドですけれども、ミラーはデジタルミラーとかは用意されてなさそうですね。で自動防減にはなっています。で、こちら、サングラスホルダーがついていて、ルームランプは残念ながら豆球ですね。私だったら打ち替えますね。でも SOS コールついてるのでコネクテッドには対応してますね。これを押すとベイルアウトするわけではなく、オペレーターにつながる緊急スイッチとなっています。でサーキュレーターもついてますね。サーキュレーターなのかリアエアコンなのかちょっとわかんないですけど、後でちょっと鉱石見てみましょう。続いて鉱石見ていきましょう。鉱石ドアで施錠解錠はできません。ドアを開けるとこんな感じですね。90度までは開かないですが結構開きますね。でこの辺はカチカチとなっていて、この辺もカチカチ、肘置きのところだけソフトパッドになっています。ステッチ付きですね。でこの、辺は化粧パネルピアノブラックのものがついていて、インナードアハンドルもちゃんとひんやりとした、サテンメッキがされています。でこの辺はカーボン調の、柄がついていて、ワンタッチのオープンには対応してない窓となっていますが、 90% ぐらいまで開く窓になっています。で、ドリンクホルダーとドアポケットがあって、ここはスピーカーになっています。でヒンジはプレス製ですね。そして続いてシート見ていきますけども、ヘッドレストは固定式ですね。だから後部座席の後方視界はあんまり良くなさそうですね。でこっから先がもう荷室になってるんで、これ引っ張って倒すことができるのかしら。後部座席倒してみたらですね、こっからこう全部行くんですね。だからここだけじゃなくて、真ん中のこの紐も引っ張ってやるとこういう風に倒れていくと。ヘッドレストを抜けば、このままパタンと倒れるんだと思います。それでは乗り込んでみましょう。サイドステップを踏んで、ここのグリップを掴んで、ここから小一と。でドア閉めた音はこんな感じ。結構ね垂直に近いですね。そして、運転席173の私のドラポジに合わせて後席膝前は 1.5 個分ぐらいと、だから意外とまともに座れますよね。でつま先の足入れ性もよし、シートバックポケットは運転席助手席が用意されていて、
助手席側のみアッパーポケットも用意されてますね。結構いいですね。センターコンソール後端にはエアコンのアウトレットなどはなしで、アクセサリーソケットとちゃんと USB のタイプ C とタイプ A 用意されてますね。で、センタートンネルの張り出しは5センチから10センチ弱ぐらいですかね。膝前足元はそんなに狭くないですけど、それよりはなんかここのやっぱシートバックがだいぶ立ってるなと。あとこの肩の高さはちょっと若干私だと、はみ出すという感じのシートバックの高さになっています。で後部座席にもアームレスト用意されていますね。よいしょ。結構こう引っ張ってくるのは大変だ。でもここにもドリンクホルダーがついていると。だから後部座席にはドリンクホルダー2つになりますね。で、結構ねこの辺がちょっと頭のところが、かなりですね圧迫感というか髪の毛がちょっと当たるぐらいの、頭上高となっています。なので、この拳はですね 1.5 個分ぐらいは頭の上にあるんですけど、結構このサイドのところがですね若干、ここが結構来てるんで、こっち側に頭を近づけると、ちょっと髪の毛が当たるぐらいで、ここにグリップがついてますね。でこれサーキュレーターなのかな、エアコンの吹き出しなのかな、なんかでもこういうね、送風口があるのは良いですね。そしてオーバーヘッド、ここにありますね、サーキュレーターだわ。ここにスイッチがありました。でこれで今風がブオーっと出ています。で風量のアップダウンと4段階で調整できるという感じになってます。だから、リアのエアコンはないけどサーキュレーターはついていると、これはいいんじゃないでしょうか。でルームランプは後部座席も当然豆球となっています。最後ね、こちら荷室見ていきましょう。ここで開けるという感じです。結構重い、いきなりこうバタンと倒れる感じですけども、荷室のねこのデッキを倒すとこんな感じ。ここがなんかこう、汚れ防止の素材になっているというのがこちらのジョイグレードの GSR の、装備となっているそうですが、ベースグレードの GLS の方にもこういうね後付けパーツは付けられるということです。こちらも完全になんかね荷室という感じで、結構こうね、傷とかに強そうな素材になっています。こういうところにフックもね用意されていて、三菱というねロゴがついていますね。ピックアップトラックとかね乗ったことないですからね。で、ここがこのように、倒れるような感じになっていますので、ここのワイヤーでね、ついているという感じですね。で戻すのは結構力がいるという感じですね。でここの容積もね一応ちょっと下にテロップで出しておきたいと思いますが、十分広いという感じで、マリンスポーツとかね、なんかウィンタースポーツとかね、そういうなんか、汚れ物積んだりとかねする場合はね、こういうピックアップトラックも良いんじゃないかなと思います。でこちらのねこういうなんか、斜めについている、やつですけど、これスタイリングバーという、オプションというか装備でですね、こちらが上位グレードの GSR にしか、付けられない装備となっています。これが付くことによってキャノピーが逆に付けられなくなりますので、キャノピー付けたいという場合はですね、下位グレードの GLS を選んでいただければと思います。といった感じで三菱の新型トライトン見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。いや、いかつい、だがそれがいいということで、結構ね販売は好調だそうですよ。で今回取材に協力していただいている東日本三菱自動車販売の大宮店さんにもこちらね今ありますんで、気になっている方はね足を運んで試乗見積もりされてみてはいかがでしょうか。車でも何でもね欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワントクチューブ、次回もお楽しみに。